動画が始まる前にちょっとお知らせあるよ。ありますよ。新作品、新しくできたばかのグッズがあります。まず T シャツです。 RX7 の最後の限定品なので早めにチェックしてね。そしてもう一つ、帽子、いつもかぶる、2人はいつもかぶってる帽子、 POV 帽子もできたので Amazon Japan でスティーブ的視点コーナー、スティーブ的視点を検索してみてくださいね。じゃあでは動画に戻りましょう。皆さんこんにちは。スティーブ的視点のあっちゃんです。久しぶりのプロジェクト日ですね。でも今日はちょっと違くて、もう RX7 じゃなくて86だね。やっと自分で、米川さんじゃなくて自分でプロジェクトを始めるかね。でもやることがありすぎて今勉強も遅くなって、もう暗いし、もうほとんど暗いよね。で86もどこから始めればいいのかわからないから、ちょっと考えてから始めよう。ここにはバンパーありますね。これは後期のバンパーでも、こういうところ見れば全部割れてますね。でも一応考えがあって、なんかファイバーグラスのレジンっていうかな、日本語でもを使ってこれを直せばいいんだけど、やっぱり予算がきついので、このプロジェクトも車自体がすごい86高くなってるから、お金一応貯めたいので、新しいバンパー買わないから、これをちょっと直してみます。で、こっちの前の US バンパーと後ろの US バンパーもどっちも取ります。俺にはしたらちょっと大きすぎて、ちょっとやっぱりアメリカに行って全部大きいから、やっぱりちょっと、ちっちゃいバンパーの方が俺の方が好きなので、それを取って、欲しい方がいれば連絡してちょうだい、コメントの中で。で、本格的に変えたかったら話しましょう。でもそれを売って、で後ろのバンパーを探さないとダメですね。前のバンパーはあるんだけど後ろはまだないので、誰かいたらコメントに残してちょうだいね。パパにインスタグラム DM とかでもいいんだけど、スティーブ的視点でね、あれば買いますので。そうだね。今日はですね、内装から始めよう。カーペットはどうしようね。そんなに悪くないね、思ったより。ちょっとだけ汚いからそれをきれいにすればいいんだけど、ここの後ろの椅子見てみて、やばい。ここの横の椅子もやばい程度が。ここのバケットシートもやばい。ダッシュもやばい。なので今日の動画ではシート全部取ります。でダッシュも取ります。で一人でダッシュをちょっと面白い方法、割れてるところ直し方を見つけたので、それをちょっと試してみたいと思います。で椅子はそのスパーコみたいなシートカバー売ってるので、それを買って自分でやるのかわからないんだけど、それで後の椅子は全部友達のフリオさん、 RX7 のヘッドライナーを作ってくれた人に多分お任せしますね。今この中開けたらね、やばいことになってる。これ全部ゴミだね。こういうのとかいつのものは2012年のものだね。絶対もうそういうのは。あれ、誰か切符切られた、この車で。俺じゃないよ。2011年に切符切られた、サンディエゴで。こういうのはなんか面白いね。タオルももうこんなになんじゃこれ。ドレーンプラグ、もしかしたらいるかもね。今後ろのシートやっと取れて、
すごいね、このワイヤー。米川さん、さすがだね。やっぱりこのバッテリー配線とフューズボックス配線を走らせるために、見てこれ全部すごいね。やっぱりさすが米川さんだね。一つ RX7 プロジェクトが始まった時にすごく頑張ってたのは、このプラスチックバッグの中にちゃんとここは、前のシートのボルトですね。でこれは後ろのシートの方で、これがカーペットを持ってたやつなんだけど、 RX7 がどんどん進んでたらネジが全部溜まっちゃってすごい大変だったので、なるべく AE86 プロジェクトではいい感じに整理全部したいと思います。してなかったらみんなコメントにちゃんと言ってね。あーちゃん、なんで整理ちゃんとしてないの？整理って一番大事なものなんじゃないのってちゃんと言ってちょうだいね。これ大変なので今回は頑張ります。でここ見れば、これが運転席、これが助手席。これは結構ボロボロですね。もうこれ全部張り替えないとダメなので、これとやっぱりここもちょっとひどくないんだけど、やっぱり綺麗になるからね、車が全部変えたいと思います。こうやって見ると結構悪くないね、やっぱり。でもそこライトこうやってつけるとすんごい汚いね。でじゃあどうしようね。やっぱり考えは多分ここのダッシュ全部取って、それでいいカーペットの洗剤をちょっと買って、どんだけ綺麗になるのかをちょっと試してみて、どうしても取れなかったら、結構そこまでしかいかないからそんなに大変ではないと思うんだけど、一応変えたかったら。でもなるべくオリジナルのままで続きたいので、これを明日の朝ちょっとカーペットの洗剤買って綺麗にしてみましょうね。でも今はここの真ん中のコンソールを取ってみます。今どこ全部順調ですね。椅子、フィル、椅子、後ろのシート、マット、コンソールで、こっちにパパがこの前買ってくれたバケツにネジを全部ここに集めています。これ全部 RX7 の残り物ですね。でもここが今86のものです。で次にやりたいと思うのは、そうですね、できればここのところを取りたいと思います。頑張ります。今の子結構スムーズにいってますね。でもこう今からダッシュを外しますね。どこから始めるんだろう。意外と簡単だったね。全然 RX7 より簡単だ。それ今2つだけで今取れた。ちょっとびっくりだね。俺今ここやってたらパパがいきなり帰ってきて、聞こえなかった？帰ってきた時。AE86 の方が大事だよ、フェラーリより。だよね。でもフェラーリが聞こえるのかなと思ったね。それは別にして、カーペットはどうしようかって。あーちゃん、このカーペットはね、青がいいんだけど、いっちゃってるんだよね。ほら、前も見て。そこ気づいてなかった。ここはね、もうなんかやけどしているような感じだよね。ここがなんか燃えたような、溶けちゃってるような感じだよね。これは見て、何なんだろう。なんか溶けちゃって、そこに捨てて、燃えた。ここはダメなんだよな、あーちゃんね。でここもさ、さっきね、日本のさシミ取りクリーナーでちょっとこれは綺麗になるのかなと思って、なんか絶対なんかいろいろこぼれたんだよな、ここに。これ見るとこっち側の方がひどいよ。ここだけちょっとやってみたんだけど、ひどいな。綺麗にあんまりならないな。少しなったけどもう古いんだよな。綺麗にするのであればカーペットも。でも思ったよりこれ簡単だと思う。なのでここすぐクリップで取れるので、ここ外せば取れると思いますので、やった方がよくない？あっちゃん。
ね、交換しよう。捨てて、このカーペット。ね。今何見つけたの？これさ、なんかここをどうしようと考えながら、これ開いたら、なんかまたいろいろ入ってるんだよね。ラジオシャックの、これは昔のなんかのステレオアダプターだよね。ここに繋がるの？あとは何が出てくるんだろう。なんだこれ。お、何これ。61ペクロードレフトセコンドミッションミルインディアンベイ。昔のなんか行き先だったんだよね。カリフォルニアだったね。今どこ何も早すぎとは、言いたくないんだけど、結構順調だね。RX7 と比べて今どこ何も壊れてない。多分今言わない方が良かったんだけど、誰か一回ステレオ入れたね。これすごいね、トヨタ。すごい、全部こうやってこう全部なんかすごいスムーズだね、全部。では続きましょう。あれ？取れないね、なんか。今日の夜はここで終わりなんだけど、結構できたね。1時間半ぐらいで。で、やっぱりここが取れない理由は、多分ここを先に取らないとダメなので、明日の夕方毎回やりましょう。で、ちょっと今カメラ回しなかったんだけど、こっち側のパネルも取って、ここの前の方のパネルも取って、それで後ろの席の腕置く場所も取りましたね。で、これでカーペットが結構簡単になんかこういう感じで取れると思います。でも先にここまで来てるから、次はここですね。86のクラスターが取れました。結構意外と綺麗なんだけど、ここだけがちょっと割れてるので、いつか後ろからちょっと JB ウェルドを塗ればバッチリと治りますと思うんだけど、いつかそれやってみて、結構もうノーリターンですね。もうここまで来たらちょっとまただね。次はここですね。で、それで最後にこことダッシュですね。やっとやりましょう。結構全部前にあって結構取りやすいね。 RX7 は全部この後ろから全部取らないとダメなので、結構これは面白いあれだね。 RX7 はこれをこれがスピードメーターだね。そうだね。ここがなんかネジでドライバーでベンチとかで止めないとダメなの。でもこれはここ今見れば、これ取れば見てみて、もうそのままパッとなんか中に座って入るだけだね。面白いね、このマツダとトヨタの違さ。同じ1986年なのに結構トヨタの方がなんか簡単だね、仕事するのに。今助手席の方の下のパネルを今取り外して、でさっきもこれ今この真ん中の時計のところのパネルも取ったんだけど、これ以上に結構壊れやすいね。もうここも割れてるし、ここももうこのクリップのところも割れてるので、また JB ウェルドこれいっぱいやらないとダメですね。で、次にやりたいのはこのダッシュの中にもっとボルトがあるので、それを今やります。
もうすぐ取れそうだね。もうあとクリップ1個だけここの上に見つけました。あああ痛い。あーできた。あーよし、こっちに行こう。ここに86のダッシュあります。結構割れてます。 FC ほどではないんだけど、やっぱりレストアするならこういうところも直さないとダメなので、次の動画で直すか。外今日寒いのに汗がすごいの。冷静に考えてなくて、最初ね、もう引っ張ってなんで取れないのと思ったら1個隠れてましたね。もうちょっと冷静に考えてたらもっと早く取れたんだけど、まあこうやって覚えないとダメなので、次はカーペットを取りましょう。ではカーペットを取りましょう。さっき撮ってたと思ったんだけど、なんか電話が入っちゃって切れたのでカーペットの作業全部見れなかったんだけど、見て、これが古い汚いカーペットでした。でもさっき新しい同じ青のカーペットも注文しました。でこっち側にダッシュですね。結構さっき見せたんだけど割れてるし、ちょっとこれ直すんだけど、最後に中がこういう感じです。結構綺麗ですね。錆なしで結構いい車ですね。